皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、前回は久しぶりに動画をアップさせていただきまして、本当にですね、温かいコメントをたくさんいただきまして、お帰りとね、声かけていただきました。本当にありがとうございます。私は個人的に視聴回数がね伸びるっていうのも嬉しいんですが、やっぱりたくさんコメントいただけるっていうのがね本当に何よりも嬉しい。はい、もう続けていくモチベーションになりますので、ぜひこれからもねコメントたくさんいただけたら本当に嬉しく思います。はい、では早速本題なんですが、皆さんこちらの水槽を覚えてますでしょうか。こちらは旧アクアリウム部屋時代からオーダーメイド水槽ということで、60センチのスクエア水槽をチャームさんで購入して立ち上げたものになります。はい、これですね、かなり気に入っている水槽だったんですけど、ちょっとさすがにでかくて、邪魔と、大きい声では言えないんですが、で、新しい私のね、アクアリウム部屋、狭い 4.5 畳の元々の部屋に戻ってきたんですけど、やっぱりね、これ、立てておくしかないなと思って、こんな風にね、壁に一回置いてみたんですよ。はい、ということで、皆さんこれ、今回ですね、私、この水槽をリメイクしてやろうと思っております。はい。で、リメイク言いましても、なかなかね、これ私こんなやったことないですし、水槽って皆さんバラしたこととかありますかね。シリコンね、切って、ガラスの、1枚のガラスにするみたいなことをやっている方いらっしゃいますでしょうか。そこまでのことはね、今回ちょっとしないでおこうかなと思ってるんですが、実はですね、これシリコンで、はい、水槽をね、作ってやる、リメイクしてやろうっていうのが今回の動画の内容になります。これ結構皆さんもね、やりたいなと思われる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。実際やってる方もね、いらっしゃるとは思いますが、はい、今回ね、復帰第1弾の動画ということで、ちょっと初めてのことに挑戦しようと思いまして、はい、早速ではやっていきます。はい、では最初のステップなんですが、こんな風にね、カッターで、この水垢を落としたりだとか、で、あとね、実はこれ粘着物質がね、結構ついてたんですよ。この上にテープの跡とかがついてましたので、それをね、こんな風にカッターでこそぎ落としています。で、実際今回私が使うシリコンがですね、このバスボンドのクリアになります。これね、私今まで使ったこと実はありまして、以前は水槽を作るために買ったわけじゃなかったんですが、一応ね、使用経験はあります。防腐剤が入ってなくてですね、水槽とかにも使えるような、はい、そういう商品になっております。まずはマスキングテープで余計なところにこのシリコンがつかないように、はい、マスキングをしていきます。この辺りはですね、しっかり丁寧な仕事が求められますので、ここはですね、もう焦らずじっくり、はい、時間をかけてですね、貼っていくっていうことをお勧めします。はい、マスキングできましたので、バスボンドを塗っていきます。で、塗るっていうよりも感覚的にね、乗せていく。はい、ある程度ですね、量的には、これ私ね、初めてなんで合ってるかわからないんですが、歯磨き粉のね、なんていうんですかね、歯磨きの上にプーって垂らしていくじゃないですか。あれぐらいの量、はい、あれぐらいの盛り方でとりあえず乗せていってます。これね、多いかなと思ったんですけど、結構ね、これぐらいいった方がいいです。はい、これぐらいね、シリコン持ってる方がいいと思います。で、その上にガラスを乗せる、接着していくわけなんですが、今回私が用意したガラス、実はこれね、ホームセンターで売ってる棚板、ガラスの棚板になります。で、サイズがですね、200×600、はい、ちょうどこの60センチの水槽にサイズが合うもの。で、5ミリ厚のものですね、非常に安く、しかも手に入りやすいものになりますので、それを購入してこのようにつけました。で、これね、合ってるかわからないんですが、若干上からね、ギュッて押しちゃったんですけど、これ合ってるんですかね。はい、本来こういうね、打ち方、シリコンの打ち方しないとは思うんですが、ちょっとこれ自己流ですので、皆さんね、あんまり参考にならないかもしれません。ちょっとあくまで自己流ということで、はい、真似される方は自己責任でやっていただけたらと思います。はい、ある程度ですね、シリコン、はい、拭き取りもできましたので、マスキングを丁寧に、ここはでも、一気に、はい、剥がしていって、他につかないようにね、さっと取り外します。はい、ということでね、これどうでしょうか、皆さん。結構綺麗でしょ。はい、っていうかね、綺麗なとこしか実は映してません。はい、これでね、しばらく放置して、私2日間ぐらい、放置したと思います。
でね、これねいけるかなと思ったんですけどね、ちょっとこうよくよく見たらなんとなくね気泡が入ってるように見えちゃったんですよね。いやー、これがねあんまり良くなかった。再度ね、上からシリコン打ったんですよ。でこれね本当に真似しないでもう一発でやっぱりやった方が良かったなと思ったのが、やっぱり上からやるとね、古いシリコンと新しいシリコンがなんかねこう混じり合わないような感じがして、そこにもね隙間ができてしまいました。いやー、ちょっとこれ失敗したなってそう思って、もう一回やり直しかとも考えたんですけど、ここまで来たんでね、もうちょっとせっかくなんで試してやろうということで、はい、元の台に設置をしました。はい、ちょっと見てください、このねシリコンの処理、ちょうどこの画面左側が新しく打ったシリコンなんですけどね、遠目で見たら結構いい感じでしょう、これ高さが20センチの水槽に生まれ変わりまして、はい、その上をねこう60センチの高さがぐるっとこう囲むような非常にね、いいなとは思うんですけど、やっぱりこのシリコン見てください、ぐちゃぐちゃですちょっとね見た目正直失敗しました。はい、注水します。はい、ということでね、ちょっとこれもうドキドキなんですけど、いやー、水漏れするのか、はたまたね、もう爆発っていうかね、もうバーンって剥がれ落ちて、粉々になるのか、さあ、皆さん期待しといてください。なんかいけました。はい、ですね、とりあえず水漏れはしませんでした。はい、うまくいったんかな、これ。これ途中でなんか時間経ったらバンとかなりませんかね。ちょっともう今かなりちょっと怖い状態ではあるんですけど、一旦ね水漏れはしてないということになりますので、ひとまずこれ成功と言っていいんでしょうか。はい、ちょっとね皆さんの期待に添えず申し訳ないんですが、ここからですね、この水槽を立ち上げていきたいと思います。はい、水槽を見ていただいたら分かると思うんですが、ちょっと今回ねアクアテラリウム水槽に挑戦しようと思いまして、まずはフィルター作りをしていこうと思います。今回ねフィルター手作りでいきます。このデコパネですね、ホームセンターとかで売ってるデコパネ、黒いデコパネを使ってやっていきます。カッターで簡単にね線入れたらパキッと折ること、カットすることできますので、非常にねこれ使いやすいです。私も以前ねこれを使いながらフィルターを自作している経験ありますので、はい、これね本当に使いやすくておすすめなので、はい、なんか自作でねフィルターとかなんかやろうかなと思う方にはまずこのデコパネをおすすめしたいと思います。はい、パーツをこのようにカットしていってですね、こんな風なね、細かいというか、そんなに細かくないですけど、こういうようなパーツもね綺麗にカットすることができます。はい、でこれを用意しましたら、次はこちら。はい、これですね、鉢底ネット、園芸用のね、鉢底のネットになります。これもね、形をカットして、はい、今度はこのシリコンシーラント。これもね、何でもよかったんですが、一応防腐剤が入ってないものっていうのを使わないとね、生態さんにとって影響が出かねませんので、はい、防腐剤がないものを選んでください。一応ね、私は今回クリア、色はクリアを選択しました。この辺はね、お好みでいいかなと思います。先ほどのデコパネ、カットしたデコパネに、こんな感じで鉢底ネットを取り付けていきます。あとはですね、サイズカットしたものに対してシリコンシーラントでこう固定をしていくと、そんな形になります。でこれ一応ねフィルターになりますので、箱型の形状に、これなんていうんですかね、ちょっとこう仕切りも、はい、作りながらこう2層のね、フィルターにしていこうと思います。これの、ね、着想を得たのは私がね最近使い始めたですねオーバーフローのろ過層ですよね。なんとなくねそんな感じのイメージでやっています。前回自作したフィルターはですね、ここまでちょっと凝ってなかったというか、はい、こんな風にですね下から水が入ってこの上のねところに抜けていくっていうような、はい、段差を作ることでですね、詰まりとかも結構解消できるんじゃないかなっていう、そういう効果もね期待しています。一回ねこういうの作って慣れてしまうと意外とね簡単にできるっていうことに気づきますので、ぜひねこれ、はい、真似してやってみていただいたらいいのかなっていうふうに思います。はい、ということで大体完成しました。はい、ということで次こちらです。これねエピウェブっていうものになるんですが、皆さんご存知でしょうか。
これね、いわゆる活着マットみたいな感じで、ここにですね、植物がこう根っこをね、活着、根っこをこう入れ込むことでですね、植物をこう垂らしたりとか、そういうことができるようなものになります。で、これをですね、壁に、はい、してやろうということで、結構簡単にカッターでね、スーって何回かやるとカットすることできますので、結構ね、使いやすいなっていう印象です。触った感じはなんとなくたわしみたいなね、ちょっとこうゴワゴワした、素材というかそんな感じですね。果たしてこれにね活着してくれるのか、結構いい値段するんですよねこれ。はい。で、それをですね先ほどの同じくシリコンシーランとシリコンでですね、ガラス水槽のこの奥といいますか壁側にね貼り付けていくと、そんな感じになります。これね、他にも結構いろんな代用品あると思うんですよね。ヤシ柄マットとか、そんなんでね、やる方もいらっしゃると思います。ただ、ヤシ柄マット結構脆いらしくて、はい、結構すぐボロボロになるっていう噂もありましたので、ちょっと今回はね、既製品で、はい、こういう用途で、これ使うものですので、一回既製品買ってみました。はい、お次はですね、水を流す配管といいますか、はい、ポンプにつなげるね、ものです。これはですね、もう普通に塩ビパイプですね。はい、もうホームセンターとかで売ってるもう激安の塩ビパイプになります。それをカットして、で、穴を開けて、そこからね、水を垂らすと、そんなことを考えております。穴の量とかサイズはね、これお好みなんかなと思うんですが、一応ね、このドリルが 9mm ですね、直径 9mm のドリルになります。大体これぐらいでちょうどいいかなっていうふうには思いますが、この辺りはね、お好みで調整すればいいのかなと思います。穴はですね、大体この、幅が、50センチぐらいのね、パイプに対して、8個ぐらい開けてます。でこの辺はですねポンプのこう流量とかによってもいろいろ変わってくるとは思いますので、いろいろ試しながらね実験していかないといけないと思います。さあではいよいよです。はい、エーハイムのコンパクトオン多分線だったと思います。はい、線の先にですね先ほどの塩ビパイプ、こうカチッとはまらないんですけど、普通にねさっと入れることはできましたので、はい、これでね一回試してみたいと思います。いやー果たしてうまくいくんでしょうか。これね L 字にパイプ組んでいて、この上からね水が落ちる形になります。さあどうでしょうか。はい、めちゃくちゃ勢い強いっていうことで、いやこれね、いやちょっとさすがにこれね水の勢い強いかと思ってポンプを弱めるか、穴を広げるか、穴をもう少し開けるかっていうの迷ったんですが、1回ねちょっと穴増やしてきました。2倍ぐらいにね穴したらこんな感じ、一緒やね全く変わらん。ただただこう流れるね、穴が増えたっていうだけで、全然変わらないです。でこれねちょっといろいろ考えたんですけど、結論ですよ。これねエピウェブにこの水がねこう馴染むというか、はい、この流れがこうエピウェブにこうなんて言うんでしょう、こう締めてね、行けば水の流れ落ち着いたんです。なので結果的にこれ別に穴増やす必要もなかったし、はい、ちょっとこれ穴増やしすぎるとなかなか先の方にね水が流れなかったので、結局穴は8個に戻しました。戻すというかね新しいパイプ、はい、2本ぐらいありましたので、もう1個のパイプで再度開け直してやりました。はい、そうするとね水も落ち着きましたので、とりあえずしばらくそれでいきたいと思います。あとはこのパイプをエピウェブにこれひっつけるのにですね、もうワイヤーとかでとりあえずくくりました。やっぱりメンテナンスのことを考えるとね、シーランとシリコンとかで、つけない方がいいかなと思いましたので、とりあえずワイヤーで、縛ってあります。はい、でパイプねちょっと見た目悪いので余ったエピウェブで隠しておきました。であとはね最後露材を入れたらとりあえず水槽自体は完成となります。はい、でここからなんですが、皆さんすいません、立ち上げの様子をですねほとんど実はもう撮影しておりませんで、ある程度ねもう石置いたりとか、植栽っていうほどの植栽じゃないんですけど、一旦ねちょっとやっております。はい、っていうのがこちらになります。はい、どうでしょうか。とりあえずですね、なんとなく石で、はい、こう積んで、フィルター隠したりだとか、こう水上のね、植物、水苔で、はい、このように、
根っこをこう張っているようなものっていうのをこうね置いたりしてるだけです。で、あとこの APWeb の部分にはなんとなくねミクロソリウム添えてみたりですね、あとはモスをね、はい、活着させようとしてるぐらいですね。はい、でこの APWeb には専用のなんかピンみたいなものがありまして、それでこうね、別途購入しないといけないんですが、それでこう水草とかをこう押して、はい、止めるような形っていう風になっております。はい、これが果たしてね、どうなるかっていうのはまた今後のお楽しみということで、はい、今回は初めてですね、私自作で水槽を、はい、作ったというよりリメイクをしてみたという回になります。結局水漏れもせずね、とりあえず無事いけてるっていうところなんですが、これが時間が経ったらどうなるかっていうのは正直分かりません。とりあえずはね、一旦成功ということでいいんじゃないでしょうか。ということでね、復帰第1弾として水槽を作ってみました。はい、これからもですね、アクアリウムやっていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。